アルタル・デル・ペルドンの伝説に、セニョール、この画家は奇跡によって世界中のどこにも見られぬほど美しい慈悲の聖母ヌエストラ・セニョーラ・デ・ラ・メルセイの絵を描いたお方でございます。その絵こそ、それ以来ずっと大聖堂のアルタル・デル・ペルドン許しの祭壇を飾っているあの絵でございます。けれども最初の頃の彼は誠に罪深いものでございました。フランドル人でユダヤ人で他にも本来あるべからざるあれこれを兼ねており、それゆえ離縁の時のすべてをその悪行があまりにも数多く煉獄で清めるなど時間の無駄であったほどに、主たる悪魔が考案できる限りの最も熱い責め苦の中で過ごすまっすぐな道を歩んでおったのでございます。彼は大層気持ちの良い若い紳士で、明朗にして気立ても優しく、その語りには才知と趣がございました。それゆえ福王はその同席を大いに好まれ、宮廷での宴や祭儀にしばしば呼んでおられたのでございます。彼の名はですな、セニョール・ドン・シモン・ペイレンス。彼の庇護者でいらした福王に随行してわざわざスペインから絵で王宮を飾るために参られたお方はドン・ガストン・デ・ペラルタ・マルケス・デ・ファルセスでございました。州の三代目の福王にあたるお方で、あの良きドン・ルイス・デ・ベラスコが福王たることをやめ、1564年に天使となられた後、その後を継がれたのでございます。さて、セニョール、そのと数年が経った頃、4代目の福王ドン・マルティン・エンリケス・デ・アルマンサの時代、ペイデンスは引き続きその寵愛を受けておりましたが、大聖堂参事会がアルタル・デル・ペルドンを荘厳に飾ろうとして、メキシコのすべての画家たちに対して慈悲の聖母の最も美しい絵に賞を与える興味を呼びかけたのでございます。その絵は祭壇の中央に置かれ、祭壇の主要な飾りとなる予定でした。それでメキシコのすべての画家たちは、ペイデンス一人を除いて、経験と熱心な喜びを持ってこの競技に参加したのでございます。そしてその折のことでございました。セニョール・ペイデンスは不景極まる冒涜の言葉によって自身の中の邪悪さをあらわにしたのです。王宮の宴席で大層高貴な紳士が彼に問いました。なぜメキシコのすべての画家のうちお前一人、しかも誰よりも腕の良いお前一人、この競技に出るのかと。罪深い若者はそれに対し不遜にして不景極まる軽さで答えました。いわゆる聖画と呼ばれるものを描くのは愚と虚しさに過ぎず、私はと申せば世界中の黄金を積まれても聖画を描く気にはなれませぬと、そういった物言いはですな、セニョール、ご想像の通り聞いたものすべての耳を焼くほどでありまして、そういった罪に対する罰を扱う側の界隈ではたちまち騒動を引き起こしました。瞬く間にその邪悪な若者の発言は大司教、その時の大司教は尊いフライ・アロンソ・デ・モントファルでいらっしゃいましたのもとへ届き、また瞬く間に彼は異端審問所の独房の鉄格子のうちに収容されることになったのです。あの祝福された義への束縛装置、信仰厚き者を慰めるためのものは、当時異端の雑草を実に活気ある熱意で名に払っており、その有用性を遺憾なく発揮しておったのでございます。ペイデンスは信じがたいほど堅くなで、異端審問所員ファミリアールの脅しにも嘆願にもその立場を変えようとはしませんでした。断固として冒涜の撤回を拒み、聖母の絵を描くことを条件に解放するという申し出をも同じく断固として拒みました。挙句の果てには、その絵を描くための画材を彼らが牢に運び込んだ折、画布をズタズタに引き裂いてしまったのでございます。
そうして日々が過ぎ、週となり、月となり、この悪い情勢に変化はありませんでした。ただ、大司教は、聖人と申すべきお方ではあったものの、堪忍袋の緒が切れ始め、異端審問所院に至っては、完全に堪忍袋の緒が切れてしまい、天よりの火で彼の邪悪を焼き払うことで決着をつけようと考えていたのでございます。折しもですな、セニョール、そういった健全なる清めの好機が間近に迫っておりました。というのも、その時、メキシコにおいてかつて挙行された一度もないほど初めてのアウトデフェカ形式の準備が進められておりまして、町中がそれを心待ちにつま先立ちしていたのでございます。それでみんなは最も愉快な興味を抱きながら次のことを心待ちにしておりました。あの罪人にして顔面な画家が背と前面に赤い十字を描いた黄色い上衣をきちんと着せられて罪許されざる者たちと共に歩む姿を見ること、次に市場の広場に組まれたプラセロ家系台にて彼と彼の罪が共に灰となって焼かれる姿を見ること、さらにその罪に汚れた灰が町の郊外へと運ばれ、泥沼の沼地に汚らわしく巻かれる様を見ることを。ですがな、セニョール、その興味深く強化的なことどもは何一つ起こらなかったのでございます。なぜなら、慈悲の聖母様がいかにもあの方らしい慈愛で、その剣に手を差し伸べてくださり、愛に満ちた奇跡の働きにより、すべてが滑らかに良き形に運ばれたからでございます。ある夜、彼が異端審問所の独房の藁布団に横たわって眠っておりましたところ、ペイレンスはどうしてか自分でもわからぬまま、突然目を覚ましたのでございます。目を覚ますと鼻に何とも申し難くかぐわしい香りを感じ、まだ夢を見ているのではないかと思いました。そう思ったのも無理はないことでございます。セニョール、それは天の順なる方向、もちろん人の鼻が慣れることのないものでしてが部屋を満たしていたのですから、それから彼が藁布団の上で不思議に思いながら横たわっておりますと、闇の中にうっすらと揺らめく光が柔らかくともしびり始めました。子は次第に強くなり、ついにはあらゆる日の光をはるかに超える栄光ある輝きとなったのでございます。そしてその輝きの真ん中に、とはいえその天の光と比べれば、輝きすら闇のように見えるほどのお方ですが、慈悲の聖母様ご自身が彼の前にお立ちになりました。彼はその栄光に圧倒されて死んでしまったかもしれません。もし、その穏やかな眼差しから安らぎと慰めを持って彼を照らしてくださった慈愛の輝きがなかったなら、その時、聖母様は地上のいかなる音楽にも勝る甘き声で彼に申されました。愛し子よ、なぜそなたは私を愛さぬのか。と、ペイデンスはその優しい眼差しと甘き声に固い心を溶かされ、その慈愛によって自らの邪悪さをすっかり癒され、藁布団から起き、聖母様の前にひざまずき、深い真摯さをもって申しました。天上の女王様、私はあなたを心の底から、魂の底から崇め、愛しております。と、それからしばらく、不思議な静謐な幸福が夢心地に彼を包み込みました。そして輪に帰った時には、輝かしきお姿は消えておられました。けれども彼の身辺には、あらゆる日の光より明るい天の光と、ナドやユリよりも甘き天の方向はなおも残っておりました。これらの神秘について、畏怖に縛られ、不思議に思いながら考え込んでおりますと、再びあの天の甘き声が、まるで遠くから来るかのように、けれども種のような明瞭さを持って、優しく愛しげに、
彼の耳に響き渡ったのでございます。愛し子よ、今私の絵を描きなさい。と、おそらくですな、セニョール、慌ただしさのあまり、聖母様はペイデンスに画譜がないことをお忘れになったのでしょう。というのも、彼はあの罪深い怒りの折に画譜を破棄しておりましたから、お命じになったよう書く画譜は、もはや彼の手元にはなかったのです。けれども私から申し上げれば、聖母様は彼の知恵を働かせて命令を果たす方法を見つけさせようとなさったのではないかと思うのでございます。とにかく彼の知恵はよく働きまして、聖母様がそう申された途端に彼は自らの困難を切り抜ける道を見出しました。そして瞬く間に聖母様の命令に従いたいという喜びに満ちた熱情に震え、その栄光のお姿の天使に心を奮い立たせ、彼は自らの目で栄光のお姿を見たそのままに、聖母様の肖像を独房の菓子の扉に手書き始めたのでございます。夜通し、セニョール、あらゆる日の光より明るい天の光の下で、その甘さで魂を高揚させてくれる天の方向を幸福な花に感じながら、彼はまるで天より授かった夢の中で描いているもののように描き続けました。そして朝が来て、ほのかな日の光がうっすらと天の光に取って変わった頃、彼は独房の扉の上に世にも美しい聖母の絵を描き終えていたのでございます。冒頭で申し上げた通り、これは死すべき世界においてかつて描かれた中で最も美しい絵でございました。そうあらざるを得ません。なぜならお分かりでしょう。これは死すべき肉眼で実際にお姿を拝したものによって描かれたただ一枚の聖母の絵なのですから。奇跡の爪としてセニョール、この奇跡の結末も誠に満足のいくものでございました。大司教と大聖堂参事会は急ぎ呼ばれ、駆けつけた途端、その奇跡の疑似映像を礼拝せざるを得ない衝動にとらわれました。礼拝を終えると、ペイデンスがこれを書いた功によって自由と賞を共に得る資格があると、これまた言わざるを得ぬという衝動にとらわれたのでございます。それでペイデンスは解放され、大層豊かな報酬を授けられました。絵が描かれた扉は蝶番から外され、金の大いなる額に収められ、アルタル・デル・ペルドンの上に置かれ、その祭壇の主要なる飾りとなりました。そして何より良きこと、彼の魂を永遠に安全にしたこととして、大司教はペイデンスの罪深き異端と他のすべての罪からの許しを聖母様の慈愛を通じて正式に追認なさったのでございます。このペイデンスがそのとどうなったか、セニョール、私は聞き及んでおりません。けれども私が彼について申し上げたことの正確さについては疑う余地がございません。なぜなら彼が描いた奇跡の絵は今もなおアルタル・デル・ペルドンを飾り、その祭壇の主要なる飾りであるからです。そしてまさに今日この日でもそこでご覧になることができるのでございますよ。